皆さんこんにちは、ドラジションのレオナです。今回は藤波辰巳デビュー45周年記念大会のメインイベントをまた僕が、開催したいと思います。お願いします。ベイダー選手と藤波選手の因縁のスタートでもある、やっぱ腰の負傷による欠場、その際の1年4ヶ月ぶりの藤波選手の復帰戦の相手を務めたのがエキシビションマッチでの星中史郎選手でした。その2人がまたこうしてドラディションマットでまた再び相まみえる、これも一つプロレスの歴史だからこそなせる面白い出来事だと思います。ベイダー選手も再三藤波選手を挑発して出てこいと言いますね。さあ、このベイダー選手のロックアップなんですけども、今右手を相手の顎の下とか首元にかなり押し込んでいる。こうすると相手は前に行く力をそがれてしまって、足を取るにしてもバックを取るにしてもなかなか取りづらくなってしまう。これはやっぱりベイダー選手がいろんなタイプのいろんなリングで戦ってきたということもあり、その際の経験やものがそういったところに出てくるんだと思います。そして再三挑発されていた藤波選手が早々にここでタッチしてリングインです。この2人はやっぱり1987年にたけしプロレス軍団の刺客としてベイダー選手が初来日した時から始まるこの2人のライバルストーリー、そして89年長野県佐久市での藤波対ベイダーのシングルマッチでをきっかけにして藤波選手が1年4ヶ月の腰の負傷による欠場に追い込まれた、その歴史を知るファンの人たちにとってはたまらないマッチアップだと思います。ここでロックアップ、こう押し込む。やっぱりこの2人だからこそ長年組み合ってきた中での緊張感がこの会場では味わえたと思います。そのたけしプロレス軍団が来場して急遽カード変更になり、カードが変更になってしまってファンの人たちが暴動を起こしたなんていうこともありましたけども、その際戦った藤波選手は、藤波木村組対、長州正斎藤組の試合だったんですけども、もう会場のもの、おにぎりやもうペットボトルもいろんなものがリングに投げ込まれた中で試合をせざるを得なかった藤波選手はもうその後もあの試合が一番試合をしていて惨めだったと語っている。それぐらいベイダー選手初登場っていうのはインパクトのあるものだったと思います。ロックアップしてこれまた押し込んでいきます。こうやってこのベイダーハンマー、この前腕部を相手にぶち当てていくこのものですが、調べてみるとベイダー選手もなんかプロレス入りする前はボクシングの経験もあったっていうこともあって、この前腕部をぶち当てるベイダーハンマー以外にもそういう拳をボディに入れていったり頭に入れていったり、結構的確な細かい技術も使うというのがベイダー選手の特徴ですね。UWF インターの試合の際もこのベイダーハンマーがすごいやっぱ威力を発揮して選手を苦しめたっていうのを僕も後から VTR で見て感じました。ここでもやっぱり右手を相手の首元にしっかり押し込んでいってコーナーに押し込んでいきます。ブロック、いい音しました。これ首元から頬にかけて今ビンタ一発入って胸元へのエルボー。もともとベイダー選手前面を覆う覆面だったんですけども、途中がこういう網のようなマスクに変わったということもありましたけど、試合を通して興奮してくるとマスクを脱いでしまう。これもベイダーさんの一つの特徴ですね。さあこう押し返してボディスラム、これ危ない。これもう会場が当時
もうなんか危ない角度でベイダーさんが落ちたのでかなり騒然としたんですけど、僕この時、セコンドで見ていて、最初は藤波選手の膝が不自然に曲がったということだったんで、そっちの方を心配をしたんですけど、後から VTR 見返すとかなりベイダーさんが危ない角度でマットに落ちていたと。でも後々もっと多く思い返してみると、最初に藤波選手の足の上にベイダー選手の頭が落ちてから受け身を取ったということもあって、最小限にダメージが抑えられて、この後戦線に復帰できたんだと思います。そしてここで長州選手、そして武藤選手のマッチアップ。フラッシングエボー、この武藤選手のフラッシングエルボーももちろん、このロープへの走り方も鼻のある間の取り方、スピード、これ一つとっても武藤選手のオリジナリティと花を感じさせる動きです。そしてこのサソリ固め、僕もデビュー2戦目が、長州さんと、試合をさせていただいたんですけども、このサソリ固めを食らって、やっぱり足、腰、どちらにもやっぱり同時に痛みが来る。そして全身の体重を一気に落とされると息もできなくなる。痛みと苦しさが同時に襲ってくる、非常に恐ろしい技だったなと体感して感じました。白川選手、明選手とマッチアップ。平成一新軍という形で今マスターズや、のドラディションでも数多くタッグを組んでいますが、今日は対角線で対戦相手です。そしてヒップアタック、この越中選手出てきてヒップアタック一発決めるだけでこう会場のボルテージが上がっていく。これやっぱり真似できない越中選手の素晴らしいオリジナルムーブです。明選手も先ほど言った通り、藤波選手の付き人を務めていたということもあり、因縁深いです。そしてここでダブルアタック。こう選手はタッグマッチの時にですね、短い言葉と短いコミュニケーションでこのダブルアタックであったり、そういうコミュニケーションを取るんですけども、こういうふうに久しぶりにタッグを組んでもこういうことができるっていうのは、長年タッグを組んだり戦うことで生まれる絆や呼吸、間っていうのがお互いに理解し合っていることだということですね。そしてここで足を、ボストンクラブからボーアンドローへ行きますね。これは苦しいです。この技はかける方も非常に難しい。非常に汗をいっぱいかいた対戦相手の背中に膝を押し当ててバランスをとって上に持っていく。僕も何度もトライしたことありますけど、非常に難しい技です。そしてここでしっかりたっぷり溜めてドラゴンスクリュー、今日一発目のドラゴンスクリューですね。普段藤波選手右足を取ることも多いんですけども、この日は左足に標準を絞って左足にドラゴンスクリューを仕掛けていきました。で長州選手のバックエルボー、倒れてからも明選手左足をかなり気にしているということがあって、先ほどのドラゴンスクリューかなり効いているとですね。そしてフライングメイヤーからこのスリーパー、長州さん独特のこのスリーパー、このデビュー2戦目の時食らった時にこの衝撃とインパクト、そして締め付けられるこの圧迫感というのは非常に感じました。そして越中選手のブレンバスター、もう今ブレンバスターで明選手も腰をしっかり押さえてこう痛いっていうのが伝わりましたけども、このドラディションのマットというのはプロレスラーの中では非常に硬いということで有名です。プロレスのリングはどれもめちゃくちゃ硬いんですけど、その中でも特にドラディションのマットは硬い。だからこういうブレーンバスターやボディスラム一発にしても非常にダメージが残ります。そして今日2度目のベイダー選手にベイダーアタック、このお腹とこの胸板の厚みにぶつかられたらもうこれチョークサム、これはスカイハイチョークスラムという名前でですね、よくこうノアとか全日本に参戦していた時からこう多く使われるようになった技ですね。そして
し出しのベイダーアタックから今度ベイダー選手狙うのは、これはリバーススプラッシュ。 WWE なんかではもうフィニッシュになっていた技ですね。このリバーススプラッシュ、似た技を他の選手から僕も食らったことありますけども、ベイダー選手のこの胸板の厚さ、そして体の分厚さ、そしてこの体重、それ全てが自分にかかってくると想像しただけで息が苦しくなります。そして長州選手にタッチ。さあいきますよ、これ。力大やっと一発倒れない。2発目、ここは相打ちで長州選手も倒れて、ベイダー選手も倒れる。IWGP をかけて何度も戦ったこの両者、その際にも何度もこういう場面がありましたね。調べてみると IWGP だと第6代から第8代までこの長州選手、ベイダー選手の間でIWGP のベルトを奪い合ったという記録が残っています。そして武藤選手の得意の足尾の字、その際も武藤選手が足尾の字をかけている際もですね、長州選手右腕をかなり気にする仕草、分厚いベイダー選手の体にラリアットを打つということは長州選手にとってもかなりリスクのある攻撃だということがかなり伝わってきます。ここで藤波選手にスイッチしてバック取ってドラゴンスイーパー、そこは入る。でもまだこれ今、秋谷選手のカットが間に合って顎の下にまだ藤波選手の右腕が入りきらなかったので間一髪難を逃れました。これが奥まで入ってくるとかなり息がもう苦しくなって痛みも襲ってきて危なかったです。そしてベイダーアタック、今これお腹から胸板だけではなくて左腕が藤波選手の顔面に直撃。この試合後ドレッシングルームで、見てた時も赤く顔が腫れ上がってました。そして武藤選手のシャイニングウィザード、これかなり厳しい状況です。そしてこの距離にセットしたということは、さあアキラ選手のこれはムササビプレス、ボディープレスっていう技一つとっても、もう今でこそ棚橋選手の必殺技ですけど、このアキラ選手にとっても必殺技の一つです。本当にこの空中姿勢が美しい。でもそのタイミングで割って入った長州さんの力量やこの勝負感、このタイミングっていうのが本当に長年の経験だからこそ感じ取れる勝負感。そしてここでドラゴンスリーパー、さっき武藤選手に仕掛けた時はまだ顎下入ってなかった。今はもう入りました。これかなりもう最高の形で今入ってます。ということで藤波選手のドラゴンスリーパーでアキラ選手がタップギブアップということになりました。この試合最初から最後改めて見るとやっぱベイダー選手の緊張感、そして破壊力、そしてそのと向き合う藤波選手、長州選手、越中選手の緊張感、もうこれがやっぱりたっぷりと味わえた試合だと思います。藤波辰巳選手45周年の節目にふさわしい豪華メンバーでのメインイベントは藤波辰巳選手のドラゴンスリーパーでの勝利ということで幕を下ろしました。これ試合後先ほど言った通り顔や胸とかっていうのが非常に藤波選手の顔がもう腫れ上がったっていうのをすごく覚えているので、やっぱりベイダー選手の攻撃力の衰えというのは一切なかったということですね。本日は藤波選手のデビュー45周年を記念いたしまして、それではここから45周年記念のセレモニーに移ります。